今日はポケモンユナイトについて解説します。これから始めようと思っている方、始めようか迷っている方、始め出した方、まだ始めていない方、ポケモンユナイトがどういったゲームなのかお伝えしたいと思います。さて、これが試合準備画面になります。まずポケモン選択ですが、ポケモンは大きく5タイプに分かれてそれぞれ特徴が違います。はじめは自分の好きなポケモンから始めるといいと思います。ポケモンを選択したら次はルート選択になります。上ルート、中央エリア、下ルートとあり、最初はおすすめを選択しましょう。ただ被る場合もあるので、その時は別ルートに変更するなどしましょう。またここではバトルアイテムや持ち物も調整できますが、今回はここでの説明は割愛します。準備の持ち時間は約50秒ほど。また味方同士で同じポケモンは選択できません。ここまで整ったらいよいよバトルスタートです。バトルスタートです。ポケモンユナイトは5対5で行うチームバトルです。1試合は10分間、時間内で相手ボールに決めた点数を競います。持ち点は1つ目のゴールは80点、2つ目のゴールは100点で、ゴールを決めると減っていきます。そして0になると次のゴールエリアが開放されていきます。ゴールを決めるにはエオスエナジーというのが必要ですが、このエナジーは野生ポケモンを倒すか相手のポケモンを倒すと獲得できます。そして野生ポケモンや相手ポケモンを倒す、もしくは相手ボールを決めると経験値がもらえ、さらに強力な技、そしてポケモンの進化に影響します。つまり試合を有利に進めていくには経験値を積むことが必要になってきます。ユナイトは味方、相手の動向を確認する必要性があります。左上のミニマップでも確認できるので、ここで確認していきます。また倒されるとレベルに応じて復活時間が変更します。つまりレベルが高いほど復活する時間は長くなります。8分50秒になると上と下ルートの中央にチルタリスの群れが出現します。経験値が多くもらえるので取っておきたいところです。8分になったので真ん中にチルタリスの群れが出現しました。遅くなりましたがレベルアップしたり進化したら技を選択できます。一度選択すると変更できないので注意は必要です。レベル9になるとユナイト技を習得します。ユナイト技は相手に大ダメージを与えたり自己強化したりなど様々です。ただ強力がゆえにクールタイムが長いため使いどころが肝心になります。7分でレジ系ポケモンが出現します。上ルートにはレジエレキ、下ルートにはレジロック、レジアイス、レジスチルのどれかが出現します。それぞれ倒すと味方に有利な効果を与えてくれます。レジエレキは相手ボールに向かって進んでいきます。そして相手ボールに到着すると20点獲得と相手ボールを25秒間故障させます。この時にゴールを決めると待ち時間なしでゴールを決めれます。一方のレジロック、レジアイス、レジスチルですがランダムに出現します。こちらは味方全員の経験値と約30秒間シールド効果が得られると同時にそれぞれ別の効果が付与されます。
画面に出ているレジスチルは約1分30秒間攻撃と特攻が上がります。そしてそれぞれ倒したところから約2分後に再度出現します。2回目のレジエレキ出現です。下ルートにも2回目のレジ系ポケモンが出現します。2回目はレジアイスですね。倒すと約1分30秒間 HP が継続的に回復します。そして今回は登場しなかったレジロックですが、倒すと約1分30秒間防御と特防が上がります。中央にカウントが出てきました。残り2分になるとレックウザが中央に出現します。この時レジ系ポケモンたちは倒していないと消滅します。この2分からが最終局面になります。ここで倒されると復帰の時間がより長くなります。また得点が2倍になります。レックウザを倒すと倒されていない味方全員の攻撃と特攻が上がり15エナジーを獲得します。加えてゴール速度が上がりゴールを阻止されなくなるシールドを獲得します。このシールドは一定ダメージを食らわないと消えないものになります。つまりレックウザを倒すことで負けていても逆転することが十分にあります。
ここで試合終了です。いかがでしたでしょうか。ユナイトは一人でも友達同士でも遊べるゲームです。しかも1試合10分なので、ちょっとした隙間時間でも遊べますね。ポケモンユナイトはスマートフォン、任天堂スイッチで基本無料で遊べます。今日の動画はここまで。次回もぜひ見てください。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。